んにちは、レイト開発の K です。今回の動画は、これですね。WPL のシールの貼り方っていう動画。これもちょっと以前、結構昔の動画があるんですけど、ちょっと最近、付属するシールの、ボリュームも結構増えてきたっていうのと、その昔すぎて、その動画がですね、なんか今僕が改めて見ると、なんか映像古いな、みたいな、そんな感じもあったので、今回ですね、ちょっと、リニューアル版じゃないですけれども、この、ジムニーに合わせた形で、ちょっと改めてっていう感じにはなるんですけど、シールの貼り方についてですね、ご説明、あとやり方のご紹介ですね、させていただければと思います。で、このジムニーに付属するシールなんですけど、これが標準のシール。これですね。これが標準のシールで、今のところ、これが、当分の間ついてきます。一応これ2023年分に付属しますなので、ちょっとそこはご心配いらないですよっていうのが、ご予約だったりご購入が来年になっても、生産が今年のやつだったらついてくるんで、ちょっとまたそのあたりの詳細なご案内っていうのは、うちのマーケの件の方からですね、随時あると思いますので、ちょっと詳しくは、そちら確認していただきつつっていうところにはなるんですが、今のところ当分ついてきますよっていう形にはなってます。はい。じゃあ、このシールの貼り方、早速やっていきたいんですが、まずこれちょっと最初に知っておいていただきたい特徴があるんですよ。ちょっとそれを分かりやすく説明させていただくために、ここ切っちゃうんですけど、ちょっとこの部分を参考に説明させていただきます。これ今切ったところですね。で、普通の一般的なシールって台紙があってその上にシールがついてると思うんですけど、それを2層っていうならば、これはですね、3層っていう感じになってまして、はい、じゃあまず、これ台紙からこうやってめくるとですね、これ今、台紙からシールとその上にフィルムがついてるんですけど、転写用の。それが、これ今、両方とも取れました。で、これ今、台紙が残りましたね。で、今度、これをですね、ちょっと説明のためにこの台紙の裏側に貼っちゃうんですけど、はい、すいません。ちょっとここに貼りますね。今のやつここに貼って、これで完了ではなくて、これをですね、ちょっとしっかりグッと貼り付けてから、この転写用のフィルムを剥がしていくと、こんな感じで、このシールの場合は、この文字ですよね。文字の部分だけがこう転写シールとして残るんですね。なので、さっき台紙があって、そこから剥がしてこれを貼り付けて、これがシールですよね。で、これが転写用のフィルムなんで3層構造という風になってます。一旦これを把握していただけば、あとはそんなに難しいことはないと思うんですけれども、その他の注意点としては、このシールですね、転写シールっていう形になってるんですが、めちゃめちゃ強力なんですよ。で、例えばプラモデルとかで、水転写のデカールって言われるようなものあると思うんですけども、ちょっとあれとは違って、残る部分は結構強力な丈夫なシールなんですね。なので、これはメリットとデメリットあるんですけど、一度貼り付けると、もう貼り直しできませんっていうぐらい、結構強く貼り付いてしまうんですね。なので、貼ろうとして、なんか貼り方間違えちゃったっていう時に、一般的なシールのように、こう、ピリッと剥がして、で、もう一度貼るみたいなことができないので、ちょっとそこは注意しながらですね、かなり慎重に貼り付けの作業を行っていただきたいなと思います。じゃあ実際に貼り付けの作業をちょっとやっていきたいと思うんですが、まず、その作業に必要な道具ですね。この辺りの道具があれば、そんなに不便なく貼ることができますよっていう道具としてですね、ハサミ、あとはピンセット、あとは、こういう綿棒とか、これティッシュですね。ティッシュでこう、貼り付けるとか、そういうのに使うんですけども、この辺と、あとはピンセットの代用で、カッターの先にピッてつけて、こう、貼るっていうこともできたりはするので、ピンセットないよっていう方は、最悪こう、カッターで代用っていうのも、もちろん怪我には気をつけて使っていただきたいんですけど、カッターで代用するっていうのもできるかなと思います。じゃあまず、手始めに、そんなに難しくなさそうなナンバーからいきましょうか。ナンバープレート。ここに、今回は
この黄色と白、これを用意してあるんですけど、まあ、軽自動車らしく黄色でいこうかなと思います。で、これをですね、早速剥がして、ベタって貼りたいところなんですけど、おすすめのやり方としては、この、一応カットライン入ってるんですけど、結構大きめなんですよ、どのシールも。なので、場所によっては、これをこう、ちっちゃいやつとかですね、こう剥がしてペタって、ちょっと後でやりますけど、ちっちゃいやつの貼るところ。これぐらいの面積があって、しかも、これ、縁がちょっと盛り上がってますよね。このへこんだ長方形のところに貼り付けないといけないので、こういう場合は、ちょっと台紙がはみ出てるっていうのが邪魔になっちゃうんですよ。で、これですね、さっき文字のやつでやったのと一緒で、台紙が結構大きいんですけど、実際シールはこの黄色い部分しかないんですね。この色がついてる部分しかないので、台紙の余ってるところっていうのは結局邪魔になっちゃうので、このナンバーみたいなところは結構このギリギリで切っちゃった方が楽です。こうハサミで切っちゃって、こんな感じですね。全部こんな感じで、結構ギリギリでいいと思います。こう切っちゃって、このような状態にしてから、こうやってピンセットに取って、でピンセットない方はカッターの先にこんな風にちょこっとですね、つけるっていうのでもいいと思います。で、こう場所を合わせて、この辺かなっていうところに合わせて、で、今、カッターに結構貼りつつ。はい。こうですね。で、ここで、まあ、綿棒がやりやすいかなと思うんですけど、綿棒で、こう、キュッ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 とこすって、特に端の方ですね。端の方をしっかり貼り付けて、で、こう忘れずにですね、ちょっとやりづらいかもしれないですけど、なんとか角をめくって、この転写用のフィルムを剥がします。で、剥がした後にもちょっと気になるところがあれば、しっかり端の方までこう貼り付けてあげると。はい、こんな感じですね。で、これだけじゃ寂しいので、一応この上にさらに貼り付けるもの、一応収録してありますので、それを貼り付けていってみます。まあ、これか、あとは、この辺が貼れるようになってますので、じゃあ今回はこれいってみましょうか。これぐらいのサイズだったら正直、もう、こう、転写用のフィルムとシールの部分、両方一緒に剥がしちゃって、で、慎重にですね、一回しっかり貼り付いちゃうと、剥がせなくなっちゃうんで、こんな感じで、位置決めですね、慎重にしながら、こう貼り付けると。こんな感じですね。もちろんこの転写用のフィルムですね、忘れずに剥がしてほしいんですけど、しっかり貼り付けていないと、転写用のフィルムにシールの部分がまた戻ってきちゃう。剥がれて戻ってきちゃうので、そういうことが起こらないように、一応綿棒だったり、あと綿棒ない場合は、こういうティッシュですね。ティッシュで、こうゴシゴシゴシみたいな。しっかり貼り付けて、で、フィルムだけをめくって、こんな感じで。この時に、ゆっくり慎重に剥がした方がいいと思います。あ、こっちにくっついてきちゃった。フィルムにくっついてきちゃったと思ったら、もう一回戻してこう、しっかり貼り付けて、でもう一回剥がすっていうことができるので、ゆっくり慎重に様子を見ながら剥がしていただくのがいいかなと思います。はい、じゃあこれ、ナンバープレート貼り付けができたので、戻してみます。はい、こんな感じで。やっぱりナンバープレートの部分が黄色くなると、軽自動車っぽくて可愛いですね。
で、一応リアもあるので、リアも同じように貼り付けるのがいいのかなと思います。はい、じゃあちょっとせっかく2回やるので、後ろちょっと別のやり方紹介したいと思います。これ、もう、この状態でぴったり入るぐらいまでもうギリギリで切ってあります。ちょっと角も落としちゃいましょうか。角もギリギリまで切るように、ちょっと角を落として、一応シールには触らない程度の、シールは切らない程度の、本当にギリギリで。そうすると、この台紙も全部一緒の状態。この状態でも収まるんですよ。で、ここでですね、転写フィルムとシールだけこうめくって、で、この台紙を3分の1ぐらいこうカットして落としちゃいます。こんなような状態ですね。こんなような状態にして、で、今、こっち台紙切っちゃったんで、こっちは貼り付くじゃないですか。で、こっちはまだ台紙が残ってるので、貼り付かないですよね。で、こっちを使ってですね、こう位置合わせをします。こんな感じで、今こっち台紙がない方なんで、こっちを押すと貼り付いちゃうんですけど、こっちだけこう当てがった状態とこう位置が決めれるんで、これで、こんな感じですね。こんな感じで、ここは今つけてないです。で、こっちだけを当てて、位置決め。こう位置決めをして、で、ここで大丈夫かなっていうところで、こうグッと押さえて、台紙がなかった方をこう貼り付けちゃいます。これでもう位置決まってるんで、あとはこの台紙ですね。台紙を剥がして、ピッと貼っちゃえば、まあ、ある程度狙ったところにぴったり貼れると。一応こんなやり方もあるので、参考にしていただければと思います。で、一応さっきと一緒ですね。こう貼った後に、端っこまでしっかりこう、綿棒かなんかで、ティッシュでもいいですし、こうゴシゴシして、しっかり貼り付けると。こんな感じですね。じゃあちょっと試しに後ろはこの鈴木マークでいってみましょう。一応間違えないように、このなんかポツポツがある方、ナンバープレートを止めるビスみたいな、ネジみたいなのがある方ですね。これが上なんで、こんな感じで慎重に位置を決めて、で、貼り付けると。で、しっかり貼ってから、保護フィルムですね。ゆっくり剥がしていきます。はい、こんな感じです。はい、後ろのナンバーのシールですね。こんな感じになりました。はい、じゃあ今度、ちょっとこの大物貼ってみようと思います。これですね、一番でっかい、なんか、ラインなんですけど、これ。横に、ここに入れるラインを想定して入れてあるんですけど、これを貼っていきたいんですが、これはですね、さすがに大きいんで、一番やっぱりおすすめのやり方としては、さっき、このナンバーの2回目貼るときにやった、台紙ごと切っておいて、台紙の一部を切り落としてから位置決めするっていうやり方がいいと思います。じゃあちょっと実際にやってみますね。なので、これも、やっぱり、ハサミで切ってからっていうのがおすすめですね。もうかなりギリギリを攻めるようにこう切っていって、もちろん他のシール切っちゃうといけないので、ちょっとそれは気をつけながら切ってほしいんですけど、こんな感じで全部周りをぐるっとギリギリで切っていきます。はい、こんな感じですね。で、これ前後は特にないので、上下だけ気をつけてもらえば、こんな感じですね。こんな感じで線が入る。こういうイメージですね。こういうイメージなんですけど、ここのちょっと難しいのが、R の部分、このカーブの部分ですね。ここのカーブの部分が、ちゃんとここのプレスラインに合うようにするか、車用車のジムニーさんいるじゃないですか。ちょうどあれで貼ってあるやつがそうなんですけど、ちょっと浮かしてもいいと思います。ここが、これ、なんていうんですかね。一回り外を行くような感じ。ぴったりじゃなくて、ちょっとずれてるっていうか、この高さでもいいかなと思います。この感じですね。せっかくなんで、ちょっと実写と同じような感じで、この角度で、この角度じゃないか。この位置で、行ってみようと思います。
で、こういう広い面積やるときおすすめなのが、パーツクリーナーですね。こうパーツクリーナーで、貼り付けるところちょっと汚れを取ったり、油分、脱脂ですね、をしておいてもらうと、より強力に、しっかりと貼り付けることができるので、パーツクリーナーある方は、パーツクリーナーで拭いといてもらうっていうのが、拭いてから貼り付けるっていうのがおすすめです。で、これですね、これを、こんな感じで、こう剥がして、半分だとちょっとやりすぎだと思うので、3分の1ぐらい。3分の1ぐらいでいいと思います。で、ここが、今もう貼り付く状態になってますので、ちょっと不用意に貼り付いてしまうことがないように、ちょっと折り目というか、ちょっと曲げて、こんな感じで、危なくないようにして、これでちょっと位置合わせをしていこうと思います。こんな感じで、今、ここから先台紙がないので、ここを押さえちゃうと貼り付いちゃいますけど、この辺を持って、こう動かす分には、こう動かせますので、これで位置合わせですね。こう位置合わせをして、今回の場合は、もちろん好きな場所に貼っていただけばいいんですよ。好きな場所に全然貼っていただけばいいんですけど、今回の場合は、このジムニーっていうこのエンブレムがくっついてますけど、これのもう下、ちょっとくっついてるぐらい、ここが。この高さで合わせていきます。そうすると、こんな感じで、ここですね。ここの R をちょうどこう、一回り外を通るような感じになって、で、今もこれ貼っちゃったんですけど、こう貼って、で、ここですね。ここは、一応、大きくずれることがないように、位置決めしたんで大丈夫だと思うんですけど、こんな感じで、ちょっと慎重に貼り付けていって、こんな感じですね。で、一応このプレスライン、溝のところがあるので、この辺はちょっと爪でクイクイクイってやっておけばいいかなと。こんな感じですね。で、ティッシュですね。ここ綿棒だと大変だと思うんで、これだけ大きいやつはティッシュでやるのがいいと思います。こんな感じでしっかり貼り付けて、で、このフィルムですね。これも忘れずに剥がすと。で、剥がした後も一応しっかり貼り付けて、特にこの溝の辺ですね。こんな感じで、お爪でグリグリグリってやっておけばいいと思います。はい、こんな感じでラインが入りました。これ好みなんで全然貼らなくてもいいんですよ。貼らなくてもいいんですけど、一応今回参考までに貼ってみました。こんな感じですね。はい、ちょっと飛ばしちゃいましたけど、反対側も一緒ですね。同じように貼り付けました。で、もうこの大物が貼り付けができればですね、あとはもう大丈夫だとは思うんですけれども、サイズですよね。貼りたい場所のサイズだったり、どれぐらい慎重に貼りたいかっていうところで、もう一気に貼り付けちゃうか、台紙を3分の1ぐらい切り落としてから、慎重に位置決めをして貼るのかっていう、そのどちらの方法で貼るのかっていうのは、もうそれはご自身の判断でいいと思いますので、じゃあ次、ここはちょっと微妙ですね。ここ貼ろうと思うんですけど、ここもギリギリで、ちょっと一旦切りますね。切って、ちょっと同じく2パターンでやってみようと思います。はい、じゃあまず1個目のパターンはもうダイレクト貼り付けで、いってみようと思うんですが、この向きですよね。向きは、このオレンジのウインカー、これが車体の外側にこうなるようにっていうのだけ注意してもらうのが重要かなと思うんですけど、一応でもこれ逆に貼り付けちゃったっていう場合、こんな風に、その場合でも最悪このクリアパーツ外して、これが左右ひっくり返しても大丈夫なんで、はめ替えたりすれば問題ないかなと思うんですけど、今回の場合、じゃあこれをこっちに貼りますね。で、その時の向きなんですけど、これ全然逆でもいいとは思いますが、一応影みたいになってる、このイラストの部分を、レンズのイラストをよく見てもらうと、今画面で下がちょっと影みたいになってると思うんですね。これを下にしていただいた方が、すごい細かいところですけど、その方がよりいいかなっていう感じ。どっちでもいいと思います。
で、とにかくウインカーが外側。じゃあこれちょっとダイレクト貼り付けて。ここも一応、パーツクリーナーでちょっとこう脱脂しといて、これで貼っていこうと思います。じゃあこれ、こんな感じで、台紙から転写フィルムとシール全体、これ剥がして、ちょっと貼り付けやすい角度で、こう持って、で、ダイレクト貼り付けなんで、慎重にもう、位置決めですね。位置決めしながら、こう、貼っちゃうって感じ。一発勝負って感じですけど、これで貼って、で、この転写フィルムですね。これを剥がすと。こんな感じ。一応ちょっとここは押さえておいた方がいいかな。この端っこのところですね。こんな感じで。で、今度は、いや、ちょっとダイレクト貼り付け怖いわという場合は、これぐらいのサイズ感のところだったら、この3分の1ぐらい落として、位置決めして貼るっていうのも選択肢としてはありかなと思います。これであれば、もうこうですもんね。これでこう、位置、じっくり決めれるんで、これでこう、じっくり慎重に位置を決めて、で、台紙がないところをグッと押さえると。で、あとは台紙を剥がしてピッと貼るだけですね。慣れないうちはこっちの方が安全かもしれないです。ちょっと手間ですけど。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ続いて、すごいちっちゃいところ。例えばこの最大積載量の表記のシールですね。これジムニーバンなんで、もうこれ貼っとかないとダメなんですよ。法的に。こう、で、この辺にこう、例えば貼るっていう時に、さすがに、このサイズをわざわざ台紙を3分の1切ってとかって、なかなか厳しいと思うので、もうこれぐらいだったら正直一発勝負で、ちょっとパーツクリーナーかけるの忘れましたけど、こう一発勝負でピッと貼っちゃって、この転写フィルムだけ剥がすっていうやり方がいいのかなと思います。はい、こんな感じですね。すごい厳密に見るとちょっと斜めになっちゃいましたけど。はい。これ、ちょっと正直カメラに映しながらやってるんで、ちょっと難しいんですけど、ご自身でやるときはもう本当に近くで見ながら慎重にですね、貼ってもらえればと思います。はい。ちっちゃいシールですね。もうちっちゃいシールはダイレクト貼りで、直接貼りでいいんじゃないかなと思います。はい。こんな感じで、ちょっと特にこのジムニーの場合は付属シールたくさんあるので結構キリがないんですけど、どうしよう。あと、ウィンカーか。ウィンカーもちょっと一応やっときましょう。これですね。ウィンカーもこれダイレクトがいいですよね。ちっちゃいんで。で、ちっちゃいのと大きいのがあるんですけど、こんな感じで。ちっちゃいのがこっちですよね。で、大きいのがここですね。ここに貼るっていう感じになるんですけど、ちょっと両方貼ってみましょうか。一応形状的にもちょっと剥がれやすそうな場所なんで、ちょっと出しもちゃんとして、これがですね、こう、カメラに近づけながら貼るのがちょっと難しいんですよ。ちょっと下手くそだったらごめんなさい。こんな感じで、位置合わせて、こう貼ると。で、転写フィルムがついた状態でいいんで、こうゴシゴシしてしっかり貼り付けて、で、慎重にですね、フィルムを剥がすと。はい。こんな感じです。で、こっちも若干微妙なサイズですけれど、そのまま剥がして貼っちゃうでいいのかなと思います。また拭くの忘れるとこだと。こう拭いて、で、こうですね。こんな感じで。真正面からしっかり見れば、位置はそんなに狂わないと思うので、これで貼り付けて、で、フィルムを剥がすと。はい、こんな感じで、こちら側も、反対側もですね、貼り付けました。あとこれか。この肝心な、ここの S マーク。ちょっとこれ貼りましょう。
こはもう大事なところなんで、入念に脱脂をして、で今回ですね、S マーク、予備も含めて結構いっぱい、空いたスペースに入れといたんですけど、この真っ白が結構いっぱいあって、で、一応需要あるかなと思って、グレー、これ実物一応シルバーっていうか、まあメッキっていうか、そういう感じなんで、だから白で違和感ある方は、まあ良ければ使ってくださいっていう意味で、ちょっとグレーもあるんですけど、まあちょっと今回、わかりやすく目立つ、白で貼っていきますね。何箇所かあるんですけど、これ一緒なんで、1、2、3とありますけど、白は。これですね。これを貼っていきます。で、まあこれは、上下は特にないので、もう慎重にこのど真ん中に貼るだけと。はい。こんな感じで、貼り付けて、もうここは一緒ですね。ギュッと押さえて、フィルムを剥がすと。おー、やっぱり、ここが入ると締まりますね。これ今白貼りましたけど、なんか目立ちすぎるなって感じる方は、グレーを使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあまあ、これで一応基本的なもの貼れたかなと思うんですけど、あとは、ちょっとこれだけ貼らせてもらっていいですか。ターボ、インタークーラーターボ。これちょっと若干右用と左用で違うんで、このターボっていう文字に対して、インタークーラーっていうのが右側に寄ってるやつがこっち側です。ちょっと貼ってから説明しますね。はい、これがこの辺ですね。まあ、細かく、実写に忠実に行きたいわっていう人は、ちょっと実写写真とかですね、検索して見ていただくといいと思うんですけど、まあ大体この辺です。こんな感じ。これ今回僕ちょっとどうしてもこだわって、インタークーラーターボっていう、もう言葉が強くないですか強いって、なんかかっこよくないですか。で、このロゴ僕どうしても入れたかったんで、今回ちょっと頑張ってこう入れたんですけど、これが、左ドア用か。左ドア用で、こうですね。この走る方向に対して後ろに寄ってるっていうか、このインタークーラーっていう文字が後ろ寄りになってる。で、反対側がこっちですね。この左寄せの方。位置的にはこんな感じです。はい、貼れました。かっちょいいですね。これ僕すごい好きです。これで、あとはもう自由に貼ってくださいっていうやつばっかりになるかなと思います。この安全運転を意識したい方は、交通安全とか、ゆっくり走ろうとか、この辺も入れてありますので、ちなみにこれが実写にかなり忠実に作ってあるやつです。なんていうんですかね、こう、中抜きっていうか。で、それが黒とグレー。で、さっき貼った黒と、あとそれと同じタイプのこの白っていう、なんかやたらと入れてあるんですけど、なんか車体の色に合わせて、貼り分けができるといいなと思って、ちょっと、まあそんなにスペースも取らなかったんで、こういろんな色を入れてあるんですけど、まあご参考までに。そうだ、あとこれ。これ中のメーターのシール。これもですね、どうかなと思いつつ、まあ、こだわる人で、こう中も開けて貼るっていう方もいるかなと思って、一応入れときました。これも結構大変なんですけど、一応作って入れときました。今回の動画ではすいません、ちょっとやらないです。なぜかっていうと、ちょっとボディの分解を含んでしまうので、まあ、初心者の方向けっていう意味で言うと、ちょっとハードル高いかなって思うので、まあ、あと動画がちょっとすごい長くなっちゃうんで、ただ、もちろん別の動画でボディを取り外すっていう作業の紹介はしますので、まあ、近いうちにですね、しますので、まあ、ご自身でできそうな方はもちろんボディ外してもらって、中のメーターのところですね、これをちょっと奥まってて貼りづらいですけど、まあ、慎重に頑張って貼っていただいて、で、ボディの外し方とかちょっとわかんないなっていう方は申し訳ないんですけど、また引き続きボディの脱着っていう動画は出しますので、それを参考にしていただいて、ボディ外して、で、内装ですね、にこれを貼っていただくっていう風にしていただければと思いますので、お願いします。そうですね、他は大丈夫かな。ちょっともう残骸みたいになってますけど、まあ、今回ご紹介したシール以外は、もう本当に自由に貼っていただいて、で、車体の色にもよると思いますし、まあ、特に白いやつですね、ちょっと今回動画であまり映ってなくて見づらいかもしれないです。この白いところ、
白いロゴ系。この辺は、もちろん車体に貼っていただいてもいいですし、こういうガラスのところですね。こういうところ、こうリアとか、こういうところに貼っていただくと結構映えてかっこいいかなと思いますので、ブランドさんのミニチュアシールも同じですね。黒とかカラーのやつと、あと白いやつ。これ、ちょっと見えづらいですね。これに見えますかね。この白いやつがありますので、この辺もですね、車体に貼っていただいたり、特に白はこういうガラスに貼っていただいたりするとかっこいいかなと思いますので、自由にですね、こうかっこよくなるような感じで、貼っていただければと思います。はい。じゃあ、今回はですね、シールの貼り方ということで、基本的な部分だけこう貼ってみたっていう感じにはなるんですけれども、やっぱり貼るとまた、なんていうんですかね、こう、ちょっと自分が作った感っていうか、が出て、いいなと思いますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。